シャアの集大成 MSN-04 サザビー。 MSN-04 サザビーは機動戦士ガンダム逆襲のシャアで登場した機体で、新生ネオジオン軍の総帥であるシャア・アズナブルが登場し、アムロが登場したニューガンダムと激闘を繰り広げたことで有名な機体です。まずはシャアの反乱の発生経緯とサザビーの開発経緯を解説していきます。アクシス行け、忌まわしい記憶とともに。シャアが総帥を務めることとなる新生ネオジオン軍は、ハマーン・カーンが率いていたネオジオンの残りの戦力とスイートウォーターなどの今までの対戦による宇宙移民の数の多いコロニーの反乱分子をシャアが集め再興させた勢力です。ハマーン・カーンが率いたネオジオンとの違いはザビ家の再興にあります。ハマーン・カーンはザビ家を再興させた上でのジオン公国の再建を目標としていましたが、ザビ家によって暗殺されたジオンズム大君、そしてその息子であるシャア・アズナブル総帥、すなわちキャスバルレム大君はザビ家のことも糾弾しているため、ザビ家再興を目指していた旧ジオン公国残党軍とは理念が全く異なる別組織となるのです。新生ネオジオンはあくまでもスペースノイドの自治権確立実現を目標とするため、ザビ家の再興を目論むジオン公国に対して否定的だったサイド3以外のスペースノイドも協力者として取り込むことにも成功しています。そんな新生ネオジオン軍の総帥が登場する専用機として製造されたサザビーは、アナハイムエレクトロニクス社が開発した試作型モビルスーツです。基礎設計はハマーン・カーン時代の旧ネオジオン軍ニュータイプ研究機関が担当するも、製造と実験用の施設が不足していたことから基礎的な設計しか行うことができませんでした。そこで旧ジオン公国と縁の深いアナハイムエレクトロニクス社のグラナダ工場に製造が委託された経緯を持ちます。また小説版によれば、ガンダムを超えるためにアナハイムエレクトロニクスで建造したかったというシャアの意図もあります。開発のメインスタッフには、一年戦争時のゲルググ開発時からシャアに従ってきたニュータイプとしての官能力を持ったエンジニアであるアルレット・アルマージュも参加しており、まさにシャア専用機としての性格が強くなっています。シャアの専用機を製造するにあたっては、当初はヤクト動画をベースに考えられていましたが、基礎骨格であるムーバブルフレームのサイズがサイコミュ機器を内装するのに不足していたため、試行錯誤の末に要求に適合したサイズを持つサザビーが新規に開発されることになりました。なお、モビルアーマーサイズの機体となる案も存在しましたが、その案はアルパージールとして開発されることになります。サザビーの最大の特徴としては、何といってもサイコフレームの導入機体であることです。サイコフレームはサイコミュの基礎機能を持つコンピューターチップを金属粒子レベルで鋳込んだ構造素材であり、新生ネオジオンで開発された素材です。サザビーはサイコミュ装置を胴体内部に装備していますが、さらにサイコフレームを採用したことによって機体の駆動系にパイロットの意思を直接伝えることが可能となり、コックピット周辺や機体各所へ分散配置することで追従性の大幅な向上が実現しています。ここでサイコミュとサイコフレームについて説明します。まずサイコミュシステムとは、ミノフスキー粒子を振動させることを可能とするニュータイプの官能波を受信・増幅し、コンピュータ言語に変換する装置です。例えば上下どちらかに攻撃するとします。通常の手順は、攻撃方向を脳内で決める、コントローラで入力、システムが指令、機体が動く、攻撃、このようになります。ここでサイコミュがあれば、コントローラで入力という工程をなくし、官能波で直接システムへ指令を出すことができるのです。ビットやファンネルへ指令を伝える場合も同様で、複数機のファンネルを3次元空間で自在に移動させて攻撃を行うという動作がパイロットの意思で行うことができるようになるのです。また搭乗者以外の外部の意識も受信できることから、敵の脳波をサイコミュで受信すれば相手の次の行動が予測できるため、敵への対応を早めたり敵機を逃さないということが可能になります。サイコミュが引っ張ってくれるから逃がさしないよ。また宇宙世紀の世界観におけるミノフスキー粒子はビームライフルやビームサーベル等のエネルギー源であり、ボルニョ兵装であるアイフィールド等にも使用されています。サイコミュはそんなミノフスキー粒子を増幅することから、定格以上の出力で攻撃したり強力な攻撃を防ぐという現象につながっていると考えられます。従来のサイコミュは小型化が難しく、サイコミュ受信パックが小さければその分官能波の受信量が下がるものでした。そこで登場したのがサイコフレームです。
サイコフレームは小型ながらサイコミュチップを無数に搭載しているため、サイコミュ装置と併用することで敵の脳波の受信量が増えるので、より対応が早くなります。敵の脳波をサイコミュで強化して受信できれば対応は早くなるからね。またサイコフレームを駆動部に使用した場合、通常の動作手順と比較すると、攻撃方向を脳内で決めるとダイレクトに駆動部を通じて機体が動きます。そのため機体の追従性が大幅に向上するという結果につながるのです。なおフルサイコフレームのユニコーンガンダムの場合は、機体から離れた位置にいるバナージの意思によって動作する描写が見受けられます。サイコフレームには未知の部分も多く、基本的にチップ単体では実行的ではなく、コアとなる高出力のメインプロセッサと組み合わせることで高効率かつ高密度なサイコミュシステムとして機能すると言われています。しかしサイコフレーム単体でフル規格サイコミュと同等の性能を発揮した事例もあるとされており、サイコミュという概念を一変させるポテンシャルを秘めている夢の素材とも言えるものです。サイコフレームは共振することで他のモビルスーツを跳ね飛ばすという現象を起こし、さらに発光を伴いながらエネルギーに転化し、アクシズを押し戻すという物理法則を無視した現象を起こしました。なおその驚異的性能からアクシズショックの後は地球連邦内でサイコフレーム技術は秘匿されることになっていきます。サザビーの機体の特徴としては、ネオジオン総帥が自ら登場する機体であるため、脚部は余分な機能を排した耐久性重視の構造となっています。サザビーは火力と走行を重視しており、ライバル機であるニューガンダムは機動性と運動性を重視しているため、この2機は対照的な開発思想となっていることが見受けられます。ただ火力を重視しているとはいえ、バックパックをはじめ両肩や両脚、スカート部等に多数のロケットモーターを内蔵したため、推力はかなり高く、従来機をはるかに上回る機動性を確保しています。ある意味ジオン系モビルスーツの集大成とも言えるでしょう。サザビーの武装としてはビームショットライフル、ビームトマホーク、ファンネル、拡散メガ粒子砲などが装備されています。中でもビームトマホークはジオン系モビルスーツの代表格的な武装です。原型であるヒートホークは最初のモビルスーツであるザクの時代から愛用されてきました。出力変更による多用途性が特徴であり、通常は片刃のビームアックスとして用いられますが、最大出力時には両側からのビームに加え、中央部のデバイスからビーム刃が展開し、大型ビームサーベルとして使用することも可能です。逆に出力を抑えればヒートホークとしても使用可能になります。映画劇中ではこれを投げつけ、ニューガンダムのビームライフルを破壊するという贅沢な使い方をしています。ファンネルは円筒型をしたヤクト動画と同モデルを背部コンテナに6機格納し、使用時はコンテナ上面が左右に割れるように展開し、ファンネルを放出します。サザビーのファンネルはコンテナへ格納することでエナジーキャップ再充電と推進剤を補充する機能があるため再利用が可能です。しかし劇中ではアムロとの死闘の中で回収する余裕などなく、6機全てを使い捨てにしています。ファンネル自体は宇宙世紀0093の最新技術で製造されたものの、すでにモビルスーツの防御力や機動力に性能が引き離されていました。そのためあくまで補助武装という位置づけになっています。ある意味当時のモビルスーツトレンドから外れた装備となっているのです。とはいえロンドベル隊がアクシズへ行った核ミサイル攻撃に対してファンネルを使って瞬時に撃破するという戦果を上げています。機動戦士ガンダム逆襲のシャアはシャアとアムロの最終決戦として描かれましたが、サザビー対ニューガンダムの激闘シーンは秀逸なシーンとしてガンダムの歴史に刻まれました。ドッグファイトの中で最終的に互いの武装の全てを使い尽くしたところでモビルスーツ同士の肉弾戦に移行し、2人の意地がぶつかり合うという装備や武装を超えた泥臭い戦いを繰り広げます。そしてサザビーは背部から攻撃を受けてアクシズの岩盤に激突し、その衝撃で安全装置が作動し、頭部のコックピットコアが射出されました。このコックピットコアの射出は安全装置の誤作動という説もありますが、そこまでの戦闘でサザビーの損傷も激しく、安全装置が働いたのか、それとも誤作動だったのか、アニメおよび各種小説版では判断できなくなっています。そこをニューガンダムの取り持ちランチャーで勢いを失速させられ捕獲されるという結末を迎えます。シャアの動きとしては
サザビー開発時にはアムロの先を越したいという思いがあり、しかし開発後はサイコフレーム技術を流出させ、アムロのニューガンダム開発の後押しするという余裕を見せつつ、最終決戦では撃墜され捕獲されるという結果に終わりました。見方によってはシャアの行動は格好悪いと取ることもできますが、正々堂々とライバルと戦いたいという潔さをも持ち合わせていると捉えることもできます。なお、富野義行氏の原作小説版によると、互角の戦いを望んだもう一つの理由として、シャアは人類を粛清すると宣言した反面、地球を汚染する怖さを償いたいという気持ちも持ち合わせており、アムロの力に欠けることも望んでいたとされています。しかし最終的にサイコフレームの強振によって結末を迎えることはシャアにとって納得がいく形ではありませんでした。シャアという人物は人間が誰しも完璧というわけではないということを体現した、ある種の人間臭い面も豊富に持ち合わせたキャラなのではないでしょうか。情けないモビルスーツと戦って勝つ意味があるのか。しかしこれはナンセンスだ。余談ですが、ニューガンダムに捕獲されるというシーンの中でサザビーから射出されるパイロットポッドをニューガンダムに両手で捕まるシーンがあります。ただこのシーン、ポッドのサイズ感が不自然で、サザビーから射出されるパイロットポッドが大きすぎるのです。サザビーの公式スペックは全高 25.6 メートルなのですが、このシーンから計算した場合は全高が約3倍必要となります。演出って大事だな。またアムロとシャアはこの戦いでアクシズショックを引き起こし、行方不明という結果となりましたが、宇宙世紀0096シャアの反乱から3年後のストーリーを描いた機動戦士ガンダムトワイライトアクシスでは、地球へ落下しなかった片割れのアクシスの地表にはサザビーの本体部分がそのまま放置されているという描写が出ています。アムロ、お前はまだアクシスにいるのか。本日の内容は以上です。ここまでご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。